皆さん今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのよりこです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本語と日本文化をゆっくり楽しく学んでいきます。チャンネル登録者おかげさまで1万人になりました。実は私の小さな夢であり、小さなじゃないね、私の大きな夢の一つである YouTube10 万人の、フォロワーさんにフォローしてもらうっていう目標が一つあるんですけど、ちょっとねチャンネル登録者10万人を目指しているので、まだねフォローしていないけどいつも見ているっていう方がいたら、今この瞬間にフォローしていただけたら嬉しいです。はい、ということでちょっと本題に入りたいと思うんですけれども、今日はですね、海外の人から、よく聞かれる質問について話していこうと思います。それは、なんで日本人って恋人がいても隠すの？ということです。最近ねちょっと日本人っていうね主語がでかすぎるっていうコメントがあったりとか時々いただくんですけど、ちょっと一般的ななんていうのかな、もちろんそうじゃない人もいると思いますし、逆のこともあると思うんですけど、一般的なね、半分ぐらいの人っていう、イメージで聞いてもらえたら嬉しいなって思います。話がそれちゃったんですけど、これ海外の人からするとかなり不思議みたいなんですよね。例えば仲良くなった日本人がいても、その人に恋人がいるのか結婚しているのか全然わからない。 SNS を見ても恋人の写真が全く出てこない。毎日連絡を取っているのに半年後くらいに突然実は結婚してたの？みたいなこともある。海外だと恋人の存在をもっとオープンに話す文化圏も多いので、日本人のこの感覚ってかなりミステリアスに見えるかもしれません。でも実はこれ、日本人が冷たいとか隠し事をしているというより、人間関係の境界線に対する感覚が、かなり独特なんじゃないかなって思います。今日はそんなぜ日本人は恋人の存在をあまり話さないのかについてゆっくり話していこうと思います。まず最初に、日本では恋愛ってかなりプライベートなものという感覚があります。もちろん人によるんだけど、すごくオープンな人もいるし、SNS にねバンバン恋人の写真をたくさん載せる人もいますけど、ただ全体的な空気としては恋愛は個人のものっていう感覚が強いんですね。例えば日本では、年収とか宗教とか政治の話とか、そういう個人的なことをあまり初対面で聞かない文化があります。あとね、時々言うのは野球のね、どこのチームを応援してるかっていうのも言っちゃダメっていう風に聞いたことがあるけど、ちょっと不思議ですよね。はい。恋愛もね、そしてそれに近い感覚と言われています。なので、彼氏いるの？とか、彼女いるの？っていう質問自体が、相手との距離感によっては、少し踏み込みすぎに感じる場合もあります。もちろん友達同士だったら、普通に聞きます。でも、まだそこまで仲良くない相手に聞かれると、なんでそんなこと知りたいんだろうって、ちょっとびっくりしちゃう人もいるんだよね。それから日本では幸せを見せすぎないっていう空気感もあります。
まあこれをちょっと難しい言葉で言うと、出る杭は打たれると言ってですね、これは幸せに限ったことではないんだけど、やっぱりすごく目立つ人っていうのは、目立つ杭っていうのは上から打たれますよっていう、そういう慣用句なんですね。そうね、目立つ人は批判されやすいとか、周囲と違う行動をすると、抑え込まれやすいとか、集団の調和を乱すと圧力を受ける、そういった言葉なんですけど、すごく有名な言葉であります。なので、幸せを誰かに見せびらかさないっていうことがすごく大事なんですね。そう。あとはね、なんでかわからないけど、やっぱり日本の中には、妬み、そねみ、恨みという3つの、ちょっと負の感情がすごくね、民族の中にあるような気がしますね。ちょっと待って。妬み、恨み、そねみね。はい。妬みは相手が持っているものを羨ましく思い、不満を抱く感じです。そしてそねみは、妬みよりも少し陰湿で、相手の成功を心よく思わない感じ。恨みは傷つけられたことへの怒りが長く残る感情。そういうふうな言葉が、恨み、妬み、そねみっていうね、言葉があるんですけど、やっぱりね、自分の幸せをあんまりオープンにしない方がいいっていう文化がすごくあります。これ面白いですよね。例えば海外だと恋人との写真を載せたりとか、記念日を投稿したり、この人が私の恋人ですって紹介するのが自然な文化もあります。でも日本ではそれをちょっと自慢っぽいと感じる人もいるんですね。もちろん全員じゃないですよ。ただ幸せアピールしすぎるとちょっと空気が重くなるみたいな感覚があります。なので日本人の中には嬉しいことがあってもちょっと控えめに表現する人が多いと思います。例えば本当はすごく嬉しくても普通かなとか、そんな大したことじゃないよって言ったりします。これは謙遜文化とも関係していると思います。あと、日本人って周囲とのバランスをすごく気にする文化なんですね。例えば職場で自分だけが恋愛の話をたくさんすると周りが気まずくなるかもしれないとか、独身の人もいるかもしれないとか、恋愛のことで悩んでいる人もいるかもしれない。だから別にわざわざ言わなくてもいいかなって考える人も多いんです。あとはどちらかというと、うまくいっている恋愛の話よりもうまくいっていない恋愛の話をみんなが求めている風潮がある気がする。例えば、マッチングアプリでいい感じの女性と出会ったんだけど、音信不通になっちゃったとか、結婚したんだけど、ちょっと奥さんがメンヘラすぎて、もうすでに離婚しそうとか、そういう感じでちょっとね、どちらかというと幸せな話題というよりかはちょっとショッキングだったりとかネガティブなそういう話題の方が言いやすかったりとか、周りの人が求めているような感じがありますね。やっぱり日本では空気を読むという言葉があります。皆さんは聞いたことがありますか？空気はエアーですね。読むはリードですね。はい。やっぱこの空気を読むっていうのは、その場の雰囲気とか、周りの人の感情とか、言葉にされていないものを感じ取ることです。この話は今しない方がいいかなとか、そういうふうにして自然に判断する人が多いんですね。あと面白いのは、
日本では恋人がいることを隠しているというよりは、そもそも恋愛の話をあまりしない人が結構多いかもしれません。特に男性。これは性格にもよりますが、恋愛についてあまり語らない人が本当に多いです。だから海外の人が、彼女いるって聞いても、いるっちゃいるみたいな、すごく曖昧な答えが返ってくることもあります。実際私も一回あったのは、会社員時代なんですけど、すごくね、かっこいい先輩がいて、なんか素敵だなって思って、休みの日にランチに誘ったら、いいよ行こうっていう風に言ってくれて、てっきりね、そんな休みの日に後輩とご飯行ってくれるってことは、彼女さんとかいないのかなって思っていたら、彼女がいたし、しかもなんならその人、彼女じゃない、その別の同じ会社の人と、なんか浮気してるみたいな噂もあって、それはやばいってちょっとね、びっくりした覚えがあるんですけど、そんな感じで、彼女がいる感があんまりないんですね、皆さん。あんまりない人が多いな。特に男性。女性の方は、割とね、なんかのろけたりとか、私の職場が基本的に女性の比率が少なくて男性の比率が多かったので、女性同士の妬みとかはあんまりなかったんですね。だからそういう空気だからなのか、女性は比較的、結構言いやすかったりとか、別にのろけても大丈夫な雰囲気はあったんですけど、男性の方はあんまりね、のろけてる人が少なかったような気がしますね。はい。やっぱり日本語っていうのは、はっきり言わない表現が多いかもしれません。特に男性。例えば、付き合ってるって断定するよりかは、そんな感じとか、一応みたいな風に言う人がいますね。はい。これはちょっと海外の人からすると変だなーって思うかもしれませんけど、はい。あと、日本では恋愛関係を周囲に知られることで、人間関係が変わることを気にする人もいます。例えば職場恋愛といってですね、同じ職場の中で恋愛をしていても、ほとんど誰にも言わない人もいます。というのも、噂になったりとか、変に気を使われたりとか、別れた時に気まずくなったりするからです。そう、みんな言うのは、やっぱり別れた時に気まずいですね。だから言わない方が平和って考える人も多いみたいです。これは日本人の波風を立てたくないという感覚とも関係しているかもしれません。あと、日本では SNS の使い方も結構独特かもしれません。そもそも日本では公開アカウントにしている人が少ないイメージがあります。特に、私ぐらいの年齢から下の子になるにつれて、あんまり公開アカウントを見たことがありません。もちろん私は仕事でインスタグラムとかをやっているので、非公開じゃなくて公開のアカウントなんですけど、私の妹とかも、あと学校の友達とか、90% くらいは非公開のアカウントだと思います。結構日本ではなんかプライバシーをすごくね、配慮している人が多いので、非公開にしている人がやっぱ多いですね。やっぱり海外だと恋人との写真を、アップしたりとかする文化もあると思うんですけど、日本では顔を出さないカップルもかなり多いです。後ろ姿だけとか、手だけとか、こういうね、写真をちょっと匂わせっていうんです。こういう写真とかを投稿することを、匂わせるっていうんですけど、そのちょっと匂わせ的な、なんか、二つのキーホルダーみたいな
写真とかだけをアップするみたいな、そういう匂わせ的な人が多いかもしれませんね。ただなんかやっぱ匂わせも、なんか結局はね、みんなに自慢したいだけじゃんっていうふうに思う人もいるので、最近だとやっぱそもそも恋人を SNS に出さない人も増えてきています。そうですね。やっぱネットに私生活を出しすぎたくないっていうのが強いかもしれません。あとは恋愛をコンテンツ化したくないとかっていう感覚もあるかもしれませんね。はい。あとやっぱり日本では恋愛ってかなり内側の世界なんですね。外に見せるものっていうよりかは二人だけのもので、なので人前でイチャイチャするのが苦手な人も多いです。もちろん最近は変わってきていますが、私が忘れもしないのは、多分私が小学3年生か4年生だったと思うんですけど、生まれて初めて、その日私はですね、自転車に乗っていたんですね。で、もちろん鎌倉に住んでいたので、ちょうど踏切を待っていました。江ノ電の。そしたらですね、目の前で、踏切がこう、カーンカーンカーンって降りてきて、私がこうやって自転車で待っていたら、目の前に立っていた外国人のカップルがですね、急にキスし始めたんですね。で、私、人生の中で、お父さんとかお母さんがキスしてるの見たことないし、そもそもお父さんとお母さんに限らず、誰かがキスしてるのとか見たことなかったので、びっくりして、なんだこれはみたいな。それ結構なんか人生の中で、今でも目に焼き付いているびっくりした光景の一つかもしれません。はい。そう考えるとあれだね、鎌倉ってもちろん今も海外の人に人気あるけど、本当に20年ぐらい前から本当にたくさんの外国人が来てるイメージはやっぱありますね。話脱線しちゃったんですけど。はい。ということで、やっぱ人前でイチャイチャするのっていうのはかなり少ないんですね。もちろん最近は変わってきていて、若い世代は少しオープンになってきていて、人前で手をつないだりとか、ハグしたりとか、する人がいると思うんですけど、ただ公共の場でキスすることに関しては、日本人同士だと結構恥ずかしいんじゃないかなって思いますね。はい。そうですね。あとこれはちょっと深い話になるんですけど、やっぱ人間って本当の自分を少し隠しながら生きるところがあるのかなって思っていて、特に日本人はその傾向がある気がしますね。その求められる役割を演じるっていうところが他の人種というか他の国に比べて傾向が強いというか、例えばレストランとかホテルに行ったら、その人たちっていうのはもうそのレストランの人になるわけじゃないですか。そのホテルの人になる。そのホテルの人としての振る舞うべき振る舞いをするっていう。それって多分、海外の方が、びっくりするところでもあると思うんですけど、普通だったら、海外とかだったら、自分は自分のままで接客するみたいな人もたくさんいると思うんですけど、日本だとそのお店で求められるべき接客をする。自分の意図とは関係なく、本当の自分を隠して求められる人になるっていうところがあるんですね。やっぱり会社用の自分とか、友達用の自分とか、家族の前の自分とか、恋人の前の自分とか、多分全部少しずつ違う自分を演じていると思います。なので恋愛っていうのはかなり個人的な顔に近いのかもしれないですけど、その部分を外に見せるのは少し恥ずかしい。なので恋人がいてもわざわざみんなに言わない、そういう人も多いんですね。
でも逆に日本人は本当に信頼している相手にはかなり深い話をすると思います。普段は全然恋愛の話をしない人でも、仲良くなると急にいろいろ話してくれることもあります。なので日本ではすぐ全部をオープンにするというより、少しずつ関係を深めていく感覚が強いのかもしれません。もちろんこれは日本人全員に当てはまるわけではありません。すごくオープンな人もいますし、恋愛についてたくさん話す人もいます。でも全体的な文化として恋愛はかなりプライベートという感覚は今でも結構強いと思います。だからもし皆さんが日本人の友達や好きな人に恋人がいるのかわからないと思っても、それは嫌われているわけじゃないかもしれません。ただ、日本ではそれくらい個人的なことを慎重に扱う文化なんですね。はい。ということで今日は、なぜ日本人は恋人がいても隠すのかについてお話ししました。皆さんの国ではどうですか？恋愛についてオープンですか？それとも日本みたいにあまり話さない文化がありますか？ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。